こんにちは、コロです。30キロの壁ってただの思い込みだと思っていませんか？実は私もそう思っていました。でも実際に初めてのレースで24キロ地点で突然足が動かなくなり、これが壁かと痛感したんです。この壁、気合で乗り越えるものではありません。でも脳の仕組みとエネルギー管理を知れば戦略的に壊すことができます。今日はこの5月の大会に向けて私が実践している無理なく壁を乗り越えるための準備について、自分で書いたブログをもとに要点と考えを整理しました。それでは本編をどうぞ。こんにちは。今回のテーマはマラソンランナーなら誰もが一度は耳にするあの壁です。レースの途中で急に足がピタッと動かなくなる。考えただけでも恐ろしいですよね。今日はこの壁の正体が一体何なのか、そしてどうやったら乗り越えられるのか、 B さんと一緒にその秘密に迫っていきたいと思います。 B さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて30キロの壁、A さんももちろん聞いたことありますよね。実はですね、今回の元ネタである記事の著者コロさんは最初こう思ってたらしいんですよ。それってさ、みんなが言うからなんか信じちゃってるだけじゃないのって。これ結構喧嘩売ってますよね、最初から。じゃあやっぱり壁なんてものは存在しなくて、ただの思い込み、都市伝説みたいなものだったりするんですか？僕も最初はそう思ったんですけど、コロさん自身の経験がその考えをガラッと変えさせることになるんです。これがコロさんの実際の記録なんですけどね。見てください。初めてのマラソンではなんと15キロ過ぎ。で、2回目でも24キロ過ぎ。よく言われる30キロとは全然違う場所で壁にぶつかってるんですよね。つまり壁っていうのは30キロ地点に待ち構えてるボスキャラみたいなもんじゃなくて、その日のコンディション次第でいつ誰にでも襲いかかってくる可能性があるってことなんです。うわー、これはきついですね。気持ちだけが前に前にって言ってるのに、体が全く言うこと聞いてくれないっていう。まさにそれです。コロさんはこの瞬間に、これが壁かって骨身に染みて感じたそうなんです。気合とか根性とか、そういう精神論じゃもうどうにもならない。体が物理的にシャットダウンしちゃう。この感覚こそが壁の本当の正体なんですね。じゃあ一体なんでそんなことが起きるのか。もし壁が30キロにないんだったら、本当の原因を知らないと対策の立てようがないですよね。コロさんによると、その理由は大きく3つ。ここからが今回の本題です。まず1つ目。これはすごくシンプルで、燃料切れです。僕らの体って糖質をグリコーゲンっていう形で蓄えてて、それをエネルギーにして動いてるんですけど、残念ながらフルマラソンを走り切るには体に溜めておける量がちょっとだけ足りないんです。スマホのバッテリーで考えると分かりやすいですよ。朝 100% にしても1日中動画を見たりしてたら、夕方にはもう真っ赤になって警告が出ますよね。あのガス欠状態が体の中で起こっちゃうわけです。自分の脳がですか？なんか自分の中から邪魔されてるみたいでちょっとショックですね。そうなんですよ。面白いですよね、これ。脳って言うならばめちゃくちゃ心配性な親みたいなもんなんです。体の中のエネルギーが減ってくると、やばい、このままだと命に関わるってもう大パニックになっちゃって、それで筋肉に送る電気信号をわざと弱くしちゃうんですよ。だからこっちは走りたいって思ってるのに足が急に重くなるっていう、そういうからくりなんです。そして3つ目が一番物理的な話。足の筋肉そのものの疲労です。僕らただ走ってるだけって思ってるかもしれないですけど、一歩着地するたびに自分の体重の3倍から5倍もの衝撃が足にかかってるんです。フルマラソンだとこれを何万回も繰り返すわけですよ。そりゃ筋肉の繊維もズタズタになりますよね。心臓とか肺はまだ元気でも、走るためのパーツである足が先に壊れちゃう。これが壁の最後の引き金になるんです。なるほど。原因が3つあるってことは、対策もそれぞれに必要ってことですね。一体どうすればいいんでしょうか？その通りです。ここからはコロさんが実際にやって効果があったこの3つの原因に一個一個アプローチしていく、すごく実践的な戦略を紹介します。戦略はこの3つのステップです。まず足を作ることで原因3の筋肉のダメージに備える。次に脳を騙すことで原因2の勝手なブレーキをかけさせない。そして最後にエネルギー戦略で原因1の燃料切れをそもそも起こさせない。ねえ、すごく理にかなってるでしょ？じゃあまず足作りから。コロさんがおすすめしているのが31サイクルっていうやり方です。3週間はしっかり走り込んで、
足においもっと強くなれよって刺激を与えるんです。で、大事なのがその後。1週間は練習の量をガクッと減らして回復に集中する。筋肉って実は休んでる時にこそ前より強くなろうとして修復されるんですよ。この負荷と回復の波を作ってあげることが長い距離を台抜く足を作る秘訣なんです。ちょっと待ってください。長く走れるようになるために練習ではゆっくり走るってことですか？なんか逆のような気がしますけど。そう、そこがポイントなんです。これこそが脳を騙すための最大のコツなんです。あえておしゃべりできるくらいのゆっくりしたペースで長く走ることで、脳にこのペースなら少ないエネルギーでずっと動けるんだってことを覚えさせるんです。車でいうところのエコ運転モードを体に教え込む感じですね。これをやっておくと本番で脳がエネルギーが足りないってパニックを起こしにくくなるんです。そして最後の戦略がレース本番でのエネルギー補給です。ここで大事なのは喉が渇く前に飲む、お腹が空く前に食べる。こまめにエネルギーゼリーなんかを口にすることで、心配性の脳に大丈夫だよ、燃料はどんどん追加されるから心配しなくていいよって教えてあげ続けるんです。スマホのバッテリーがまだ緑のうちからこまめに充電するようなイメージですね。この安心感を与えてあげることが脳のブレーキ発動をギリギリまで遅らせる鍵になります。さて、ここまで具体的な戦略を3つ見てきましたけど、コロさんはこれらの練習を通じて全てに共通するある一つのめちゃくちゃ大事な考え方にたどり着いたんです。それがこの一言です。ロング走は速さよりも距離が大事。これ当たり前のように実はみんな忘れがちなんですよね。練習でどれだけ速いペースで走れたかじゃなくて、本番と同じあるいはそれに近い長い距離をいかに余裕を持って走りきれる体を作るか。マラソンを走りきるための練習って結局はここに行き着くんだと。これがコロさんの大発見だったわけです。これもまた意外ですね。練習ってもうヘトヘトになるまで追い込むのが正義だと思ってました。その方が達成感もあるし。わかります、その気持ち。でもそれこそがマラソン練習の落とし穴なんですって。コローさん曰く、長い距離を走る練習は気持ちよかったな、まだ全然走れるなくらいの感覚で終えるのがベスト。そうすると脳には自分はこんなに長く走れるんだっていう成功体験が刷り込まれる。しかも体のダメージが少ないから次の練習にも良い状態で臨める。この良いサイクルを作ることが本番での成功につながるんですね。まさにこのスライドが全てを表しています。スピードっていうのは車のエンジンの馬力みたいなもの。でもいくらすごいエンジンを積んでてもガソリンタンクが小さかったらすぐガス欠になっちゃいますよね。ゆっくり長く走る練習っていうのはこの燃料タンクを大きくする作業なんです。パワフルなエンジンと大容量の燃料タンク。マラソン完走にはこの両方が絶対に必要なんです。いやー、すごくよくわかりました。最後に今日から僕たちが覚えておくべき大事なポイントをもう一度まとめてもらえますか？はい、おさらいしましょう。ポイントは5つです。まず1つ目、壁は30キロにあるわけじゃない。いつどこででも起こりうる。2つ目、その原因は燃料切れ、脳のブレーキ、足の疲労のトリプルパンチ。3つ目、対策は3週間頑張って1週間休むサイクルで壊れない足を作る。4つ目、練習ではあえてゆっくり長く走って脳と体を省エネモードに慣らす。そして最後にして最も大事な5つ目、速さだけじゃなく距離を走り切る体を作ることこそが本当のゴールだと意識すること。これがあなたの壁を壊すための鍵です。壁の正体が分かってしまえばもうそれはただの現象です。恐れる必要はありません。正しい知識と正しい準備があれば必ず乗り越えられる。今回のお話が皆さんが自分自身の壁を乗り越えて笑顔でゴールテープを切るための力強い一歩になればこんなに嬉しいことはありません。最後まで見ていただきありがとうございます。次回この30キロの壁を壊す実際の練習方法を配信します。もし興味を持っていただけたなら概要欄にあるリンクからブログを見れるのでそちらを見てください。黒でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。